こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は東京都が毎年行っていますスキルアップ支援事業について解説をしていきたいと思います。スキルアップ支援事業につきましては3つ助成金がパッケージとして用意されております。まだ令和8年度になっていない状況ではありますけれど、東京都は毎年令和8年度の4月からすぐ研修の助成金が使えるように、2月に予算成立した後にすぐに令和8年度版というのを公表しております。今回は令和8年度版として東京都が行うスキルアップ支援事業のうち DX リスキリング助成金をご紹介をしていきたいと思います。もう中小企業もかなり多くの企業で人材育成のための研修というのを行っておりますが、今後さらにですね、DX 人材育成に加速を加えて生産性向上を図ってほしいと思います。今回の概要ですけれど、まずは東京都が行っているスキルアップ支援事業の概要、全体像を見ていきたいと思います。すでに令和8年度版が公表されておりまして、パンフレットがですね、かなりリニューアルされて良くなっていると感じています。そして DX に関して中小企業の DX の推進状況を見ていきたいと思います。各企業がどのくらい研修に関して取り組んでいるのか、どのようなことを取り組んでいるのかというのを見ていきたいと思います。その上で今回ご紹介をするのがスキルアップ支援事業の中にある DX リスキリング助成金です。この DX リスキリング助成金の概要、そして申請要件、対象となる訓練、また注意点などを見ていきたいと思います。そして最後にですね、東京都が行っているスキルアップ支援事業、全部で3つ助成金があります。また、厚生労働省が行っている人材開発支援助成金というのもあります。これらの使い分けなどについても見ていきたいと思います。まずは、令和8年度版東京都のスキルアップ支援事業の概要を見ていきたいと思います。令和8年度版パンフレットが大幅にリニューアルされておりまして、このような形になって、能力開発は最強の投資だというかなり強い訴求をするパンフレットになっています。個人的にはかなりいい感じのデザインだなと思ってはおりますけれど、このような形で東京都はスキルアップ支援事業を令和8年度は進めていく形になります。そして、この支援事業全部で3つの助成金から構成をされております。事業内スキルアップ助成金、事業外スキルアップ助成金、DX リスキリング助成金、それぞれ別の動画でご紹介はしておりますが、今回は DX リスキリング助成金をご紹介をしていきたいと思います。毎年ですね、DX の重要性というのはいろいろ叫ばれておりますけれど、さらにですね、DX リスキリング、この助成金を使って DX 人材の育成を進めていっていただきたいと思います。では、そんな中で中小企業の DX 推進への取り組み状況はどのようになっているのかというのを見ていきたいと思います。中小機構において毎年 DX 推進に関する調査というのを行っております。2024年と2025年のデータが出ておりますが、各企業、規模別になっておりまして DX への取り組み状況というのは分かるようになっています。21人から100人、そして101人以上の企業において、すでに DX に取り組んでいる、取り組みを検討しているという企業は、前年のデータと比べてそれほど変わってはいない。2025年においては、21人から100人では 51%、101人以上の企業では 67.8% となっているんですが、20人以下の企業においてはですね、前年から比べて 21.3% と、かなり取り組み状況が弱くなっているということがわかります。では、なぜ中小企業、20人以下の企業ではすでに取り組んでいる取り組みを検討している企業が減っているのかというと、その理由として一番大きく挙げられているのが、昨年は予算の確保難というのが 26.4% でしたが、2025年のデータでは 28.1% という形で、なかなか DX の推進に取り組む予算の確保が難しくなってきているという状況がわかるかと思います。
もちろんですね、最低賃金の引き上げによる原資が足りないというところもありますし、人手不足によって一人当たりの稼働が増えていると言って、時間がないというところもあります。こういった悪循環から人手不足倒産というのは増加傾向にあるところで、やはりですね、なんか対応をしなければいけないという形になっております。そして多くの企業で DX の重要性を認識をして、DX 化を取り組んでいるんですが、この取り組み内容に関しても2024年と2025年の内容で変化が見られます。2024年1位だったのが 35.7% で、アナログで行っていた作業やデータのデジタル化でしたけれど、2025年においては 32.8%、1位なのが個別業務や製造等のプロセスのデジタル化ということで、全体的にいわゆるデジタライゼーションへ移行をしているというのが読み取れる形になっておりますので、もうすでにアナログ作業の、データ、デジタル化といったところからプロセスのデジタル化に移行をしているという状況がわかるかと思います。その中ですね、東京都は DX を推進をするために DX リスキリング助成金というのを設けております。こちらは自社の DX 推進のために実施する研修に対して助成がされるものになっておりまして、実施形式としては、集合研修または e ラーニング、オンライン研修も可能という形になっており、助成率としては、助成経費、対象経費の4分の3、1人当たりの1研修当たりの上限が7万5千円という形になっておりますので、だいたい10万円の研修が2万5千円で受けることができるという形になっております。そして、会社としての予算上限ですけれど、1社当たり100万円まで助成が可能になっております。そして、研修時間に関しては、その他の研修、事業内スキルアップ助成金、事業外スキルアップ助成金と同じように、3時間以上の研修、そして10時間未満という要件が設けられています。では、この DX リスキリング助成金ですけれど、どのような企業が申請をできるのかと言いますと、大きなポイントとしては4つになりますけれど、まずは都内に本社、または主たる営業所、支店や営業所等がある、そして中小企業、または個人事業主であることという形になっております。こちらはですね、一般社団法人でも NPO 法人でも可能という形になっています。そして、従業員が研修を受けること、そしてその研修は3時間以上10時間未満の研修であることというのが大きな要件ですけれど、その他にもですね、細かい要件はありますので、募集要領の方を見ていただければと思います。そして、この DX リスキリング助成金対象となる訓練ですけれど、まずはですね、レディメイド研修として、いわゆる既存の研修に対して助成がしてもらえる。また、自社でプログラム、カリキュラムを組んで研修を受けたいという場合は、オーダーメイドの研修も可能です。DX リスキリング、DX 化に関しての取り組み、何をしていいかわからないという場合はですね、まずは既存の研修に参加をされるのが良いかと思います。そして、その研修はですね、DX 推進のための必要な知識、技能の習得、向上を目的とする研修、もしくは専門的な資格を取得するための研修という形になっており、研修は通常業務とは分けて、OJT で行うことというのがルールになっています。そして、研修は、労働者の労働時間内に行っていただいて、その分の賃金は支払うことというのが条件。また、研修は、1研修あたり3時間以上10時間未満のものであり、そして研修が終わった後にですね、その研修実施期間から受講の証明書を発行してもらえることというのが非常に重要です。実施報告の際にですね、教育機関の修了報告書の証明書を提出することになりますので、これがもらえないと実績報告ができないという形になります。では、最後にですね、様々な助成金というのがありますけれど、どのような使い分けをしていったらいいのかというところをまずは見ていきたいと思います。参加者が2名未満の場合ですね、この場合は事業外スキルアップ助成金もしくは DX リスキリングの助成金が活用できるかと思います。また、オリジナルの研修を受けたいという場合は、事業内
もしくは DX 助成金を活用してもらえればと思います。そして、東京都のスキルアップ支援事業、いずれも10時間未満という制限がありますので、10時間以上の研修の場合は、厚生労働省が行っている人材開発支援助成金を活用してもらえればと思います。そして東京都のスキルアップ支援事業、いずれも同じですけれど、研修開始予定日の1ヶ月前までに申請が必要で、申請方法としては郵送もしくは J グランツに対応しております。そして、DX リスキリング助成金、オーダーメイドで研修を受ける場合はですね、実績報告の時1研修あたり1枚以上、研修風景の写真が必要になります。これは事業内のスキルアップ助成金も同じですけれど、講師や受講者等が写っている写真というのを用意する必要がありますので、忘れずに準備をしてください。DX の研修、重要ですけれど、研修を受けた後、それを活用する実践の場作りまで配慮をして研修を組んでほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。